はい。というわけで皆さんどうもこんにちは。オックスアウトでございます。さて、今日はですね、ついにリリースされた DaVinci Resolve のバージョン19のパブリックベータ版、こちらのですね、新機能をいくつか皆さんにご紹介していきたいなというふうに思います。で、今回はやっぱりね、メジャーアップデートということなので、本当100を超える新機能が、追加されているんですけれども、その中からですね、僕らの普段のね、動画編集、例えばこういった YouTube の動画、これらの時短につながるような、もう素晴らしい新機能っていうのが、いくつかあるので、今日はね、そちらを中心に、皆さんにどんなもんかっていうのを、ちょっとね、よりこう、掘り下げてお伝えしていければなというふうに思います。で、最初にちょっと1点注意点なんですけれども、やっぱりね、最初のパブリックベータ版ということなので、少しね、不安定なこともあったり、強制終了しちゃうなんていうことも僕もちょっとやっててあったので、できれば、普段の作業環境ではなくて、別のパソコンとかにインストールして、試してもらうのがいいんじゃないかなというふうに思います。というわけでね、じゃあ早速なんですけれども、僕のおすすめの新機能をいくつか見ていきたいなというふうに思います。じゃあまずね、最初に紹介したいのが、ついに DaVinci Resolve にオーディオダッキングの機能が来たんですよ。これはね、嬉しいよ、本当に。どういう機能かっていうと、いわゆるこう、背景で鳴っている BGM の音っていうのを、自動的に調整してくれる機能になります。例えばこういった動画では、僕が喋ってる間は、後ろで鳴ってる BGM の音量がぐーっと下がって、で、僕がこう、黙ったら、その BGM の音がぐーっと上がってくるみたいなことが本当にね、簡単にできるようになったんですよ。今までね、これ、マニュアルで、そのキーフレームとか打って音量調整するっていうようなやり方をしてた人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、で、そのやり方でやると、後で、どっかのこうパートを切ったりとか、切って詰めたりとかしたときに、そのオーディオの、要はダッキングをマニュアルでやってた部分、これも再調整しなきゃいけなかったんですよ。で、それがめちゃくちゃめんどくさかったんですけど、ついにね、それがもう本当完全自動でできるようになったということで、これはめちゃめちゃありがたいですね。早速なんですけど、ちょっとサンプルを見ていきたいなというふうに思うんですが、で、どうやって使うかっていうと、このね、オーディオダッキングの機能は、トラック単位で設定するものになるので、まず最初に、BGM とかをね、放り込んだトラックをこうやって選択します。ほんで、この右側のね、ダッカーっていうのが、新たに増えてるかなと思うんですけど、これをオンにする。基本的にはこれだけです。で、ソースですね。ソース、これ、オーディオ1ってなってるんですけど、このオーディオ1っていうのが、チャンネルでいうところの、この1個目のチャンネル、ここのチャンネルなんで、僕が喋ってるパートが収録されてる、ここを、ソースとします。で、それに対して、今、ダッカーのレベルが、マイナス 18dB。僕が喋ってる時に、このミュージックトラックの、音が下がるというような形で、ここのボタンを押すとですね、こういったビジュアライズのツールが出てくるんですけど、一回これでちょっと再生してみましょうか。はい。というわけで皆さんどうもこんにちは。オックスアウトです。さて、今日はですね、紹介をしていきたいなと思います。みたいな感じで、オープニングでは BGM の音が大きくて、で、僕が喋り始めるとぐーっと音量が下がって、みたいなことがね、もう本当自動でできるので、なんでね、この機能が今までなかったのか、本当不思議だったんですけど、ようやく来たということでね、本当ありがたいなという感じでございます。で、細かいね、調整をしていくには、このダッカーのところの、このアドバンストっていう、タブを開いたら、いろいろあるんですけれど、ここから設定していくか、この右上のですね、なんか調整アイコンみたいなものをクリックすると、こういった画面が開きます。で、パラメーターがいくつかあって、ダックレベル。で、これはどのくらい、既存のチャンネルの、音量を下げるかっていう感じなんですけど、今僕はもうマックスの18デシベル下げてます。このね、その右のね、ロッカーヘッドっていうパラメーターが、ちょっとね、僕何を指してるのかわからないんですよね。これ分かる方がいたらぜひコメントで教えてください。で、右にあるこのね、ライズタイムっていうパラメーターは、どのくらいのスピードで音が小さくなるかっていうパラメーターになってます。なので、このね、波形を見てもらうと分かるんですけど、僕が喋り出したら、ここの縦軸がカーンと落ちてますよね。はい。これが10ミリセカンドになってるからなんですけど、これを例えばぐっと1秒とかにして、もう一回再生してみると、はい。というわけで皆さんどうも。
はい。まあ今見てもらった通りね、さっきよりもここがなだらかになってますよね。1秒間かけて、僕が喋り出す前から、ぐーっと音量を落としていくみたいな形になってます。で、この右にあるホールドっていうパラメータは、ダッキングを開始してから最低でもこの、設定されているパラメータの時間は、ダッキングを続けるっていうような機能になってます。なので、これをね、あんまり早くしすぎちゃうと、細かい息継ぎとかでも、こう、背景の音量がこうグワングワン上がったりするので、これはね、できれば長めに設定してた方がいいかなと思います。で、最後のこの右のパラメータ、これリカバリっていうのは、このライズタイムの逆で、どのくらいのスピードをかけて音量がこうぐーっと戻っていくかなっていうようなパラメータになってます。で、今のところ、こういったね、オーディオダッキング機能によくある、スレッショルド、敷値のパラメータがどこにもないんですよね。大体ね、ここのソースで指定した、トラックが、このくらいの、ボリュームに達したらダッキングを始めるみたいな、そこをね、調整できる、もんなんですけれども、今のところそれがないので、例えばね、僕が無言であっても、ちょっとしたなんかこう、みたいな音が出ただけで、簡単にこう、ダッキングが開始されてしまうので、これがね、もうちょっと設定できるといいかなというふうには思うんですけど、今のところそれがないので、ソースタイムラインに配置されているクリップの無音部分っていうのは、結構細かく自分でカットしちゃった方がね、すごく綺麗にこのダッキングが機能するんじゃないかなと思います。はい。じゃあね、次に紹介するのも、先ほどと同じようにね、ちょっとオーディオに関係した、新機能になってるんですけれども、それがね、ダイアログセパレーターというもので、使い方はですね、先ほどと同じように、オーディオトラックを選択して、そしたらですね、ここ、ダイアログセパレーター、これをオンにします。で、ここを見るとですね、ボイス、バックグラウンドでアンビエンスっていう3つの、パラメーターがあるんですけど、これが、それぞれの、声と背景音とアンビエンス、環境音ですね。で、それぞれを、の音量を、こうやってこう変えることができるというような機能になってます。ちょっと一回試してみましょうか。今日の旅の目的は、新しいレンズの PR 動画を撮りに行ってきます。今ついてるこいつですね。このレンズです。みたいな感じで結構ね、背景音が入ってるんですけど、これを例えばですね、このバックグラウンドを、音量をがっつり、下げる。もしくは、ここでバックグラウンドをミュートする。みたいなことをして再生すると、グイングイン。はい。何のレンズかはお楽しみに。私もよく知らない。はい。なるほど。その動画を撮りに行くと。はい。ああ、なるほど。みたいな感じで、もう綺麗にね、背景音が完全にね、ミュートされてるのがわかるんじゃないかなと思います。で、この機能何がいいかって、背景音の音量を調整できるんですよ。今みたいに、ミュートをしてしまってもいいんですけれど、それだとちょっと不自然に聞こえるなっていう、場合はですね、少しだけこのバックグラウンドの音を残しておいて、で、声がよりはっきり聞きやすくなるように、っていうような、細かい調整ができるっていうのがありがたい、機能になってるかなと思います。もう一つ、アンビエンスってあるんですけど、このアンビエンスっていうのが、いわゆる環境音のことだと思うんですけれどもね、このクリップで、あえてね、アンビエンスだけこれ再生すると、パソコンとの接続もこれできるし、あとは高音質なライトスピーカーの一応搭載は聞こえてきたのはルームエコーなんですよね。で、これなんでバックグラウンドとアンビエンスが分かれてるのかなって考えたんですけど、多分、アンビエンスだけ残しておけば、そのバックグラウンドの音を切ったとしても、よりね、その声がロボティックじゃなくて、自然に聞こえるっていうことなのかなっていうふうに思ってます。やっぱりでもこの機能すごいあると便利で、街中で動画を撮ってるとか、インタビューしてるとか、あとは、車を運転しながらね、動画撮ってるなんていう時には結構そのタイヤのノイズとかが結構大きめに入ってきたりするんですけど、そういったものもね、軽減できるので。だから、毎回こう、旅する時とか、正直仕事でどっか行くっていうんだったら、我々2人でビジネスホテル泊まるっていうのも全然いいと思うんですよ。やっぱね、僕の中でそれはないんですよ。あるよ、ビジネスホテル泊まることもあるけど、あるんだけど、でもやっぱりさ、こう、せっかくなんだったらそこ行って、その土地の美味しいもん食って、で、いい宿泊まってみたいなことしたいじゃないですか。これもやっぱりね、あるとすごい便利な機能かなと思います。
はい。じゃあお次はですね、新しいフィルムエミュレーションプラグインのフィルムルッククリエイターを見ていきたいなと思います。じゃあね、この S-Log3 のクリップにこのフィルムルッククリエイターを適用していきます。で、まず最初に、このカラースペースオーバーライドで、S-Log3 だと、インプットカラースペースとインプットガンマを、ソニー S-Log3 に設定すると、はい、これだけでね、こんな感じのちょっとレトロな雰囲気の映像に仕上がってます。これがすでに、プリセットのね、デフォルト 65mm っていうルックが適用された状態になってます。なので、このちょっとカラーブレンドとエフェクトブレンドを全部0にすると、これがオリジナルの映像ですね。で、このカラーブレンドをぐっと100% まで戻して、で、エフェクトブレンドも 100% まで戻すと、これが65mm のプリセットのルックになります。他にも、35mm とか、シネマチックとか、ブリーチバイパス、あとはノスタルジックみたいな、ちょっとね、こんな昔のなんかフィルムっぽい見た目だったりとか、ね、こんな感じでね、今いろんなルックのプリセットがあるんですけれども、要するにどういうことかっていうと、例えばこのビネットとかハレーションとか、フィルムグレインとかね、こういったものって今までも独立したプラグインであったんですよ。で、このカラーセッティング開いても、エクスポージャーとか、コントラストっていうのは、もちろんこっちでもできますよね、本来。それが一つのプラグインに全部まとまったっていうのがこのフィルムルッククリエイターになってます。じゃあこのねデフォルト 65mm から僕っぽいちょっとルックをねそれぞれのパラメータをいじって、やっていこうかなと思うんですが、そうですね、ホワイトバランスはもうちょっとこんな感じにしてこんな感じで、デフォルトこれの状態からこのフィルムルッククリエイターだけでここまで持ってこれるっていうのは、すごくね使い勝手はいいんじゃないかなというふうに思います。で、僕はね色とかはやっぱりこういった専用ツールを使ってね細かく調整したい派ではあるんですけど、今回ねこのカラースライスっていうのもダヴィンチリゾルブバージョン19から新たに追加されましたし、こういうのを使いたいなと思うんですけど、そういった場合でもこのカラーブレンドっていうのを全部オフにしちゃって、でこのビネットとかハレーションとかね個別にこれやっていこうとするとノードでハレーションだ、ビネットだ、フィルムグレインだってこうやってどんどん足していかなきゃいけないんで、これはちょっとねやっぱり面倒っちゃ面倒なんで、フィルムルッククリエイターで、このビネットとかハレーションとか、こういったプラグインをひとまとめにして使ってあげるっていう使い方でもいいのかなっていう気はします。じゃあ次はですね、このデフォーカスバックグラウンドっていう、これも新しいプラグインになるんですけど、わかりやすく言えば、最近のスマートフォンとかでも、動画撮影するときに背景をソフトウェアでぼかしたりできるじゃないですか。いわゆる機能です。どうやって使うかっていうと、例えばね、これスマートフォンで撮った、背景ボケとかがあんまりないような映像に、このデフォーカスバックグラウンドっていうのをまずは、持ってきて、マジックマスクの人物で一旦このリコさんにマスクをかけますと。はい。で、こんな感じでマスクをかけてあげると、この背景ボケをグッとね、はい。こんな感じに適用することができます。で、適用したブラのね、サチュレーションとかがいじれたりだとか、あとはね、色ですね。カラライズって言って少し色を足せるので、こんな感じで。で、あとはね、ちょっとこのマスクとブラーの境界線があまりにもはっきりしているときは、少しこのね、マスクブラーっていうのをかけてあげると、この境界線にブラーをかけることによって、馴染みやすくなったり、っていうような調整がここでできます。で、面白いのは、このアドバンスドオプションの中に、ブラータイプでレンズっていうのと、ガシアンブラーっていうの、2つが選べます。で、レンズの方を選ぶと、パラメーターの中にアナモルフィズムってあるんですよね。で、これを使うと、アナモルフィックレンズで、撮ったかのような、ちょっとね、ルックが、
こう得られるっていうことで、これはね、すごい面白いんじゃないかなと思います。こんな楕円形の感じですね。横ってことはあんまないと思うんですけど、ちょっとこの、わかります？この後ろの玉ボケが縦長になって、いかにも映画にありそうなちょっとルックになりますよね。これに、例えばさっき紹介したフィルムルッククリエイターをポンと適用して、シネマティックとかにすると、でこんな感じで簡単にスマートフォンで撮った映像がちょっとねアナモルフィックレンズで撮ったかのようなシネマチックな雰囲気にできるということなので、これもね面白いんじゃないかなと思います。さっきね僕マスクをちょっと速度優先でやったんですけど、これ画質優先にしてちょっともう一回やってみれば、はい、こんな感じでねさっきよりも境界線がすごく綺麗になったので、いや意外とこれ使えるんじゃない？ここまでちょっと極端にやることはあんまないでしょうけど、少しこんな感じで馴染ませてやればどうです？なかなかいい感じじゃないですかね。なのでスマートフォンとかアクションカメラとかで、シネマティックな雰囲気が欲しいっていう方は、このねデフォーカスバックグラウンドとあとフィルムルッククリエイター、この2つ組み合わせて使うことによっていい感じの映像が撮れるんじゃないかなと思うので、これもねぜひ試してほしいなと思います。じゃあ最後にね今日ちょっと紹介したいのが、ノイズリダクション周りのちょっとしたアップデートなんですけれども、例えばこんな感じの、ちょっとねがっつりノイズが出ちゃってるなっていう、クリップ、これをきれいにしてあげようとすると、今まで、はこのモーションエフェクトの中の、この辺りのパラメーターを調整してノイズリダクションやってたかなと思うんですけど、今回新しくこの空間的ノイズ除去のモードの中にウルトラ NR っていう新しいモードが追加されて、でこれがねすごい便利なのが、このノイズプロファイルっていうところでアナライズって押すと、この画面の中からですね、この辺りを基準にして一番いい感じになるような、パラメーターっていうのをこう自動で設定してくれるんですよ。で、これまでのバージョンでは、このモードの中から、例えばね、こう最高品質っていうものを使ってやろうにも、このパラメーター、意外とこう、何にするのがベストなのかっていうのが、ちょっとよくわからないんで、なんか適当にこんな感じかなっていう風にやっても、いまいちね、よくいい結果にならないことが多かったんですけど、でも、今回のこのウルトラ NR っていうのは、これはね、AI を使ってるようなので、このアナライズボタンをポチって一発で押してあげると、非常に綺麗な映像になるということで、すごくね、ノイズリダクション周りが今回進化したなっていう感じはしますね。これすごい綺麗だなと思うんですよ。ちょっと眠くはなっちゃうんですけど、でも時間的ノイズ除去こっちまだ適用してないですからね。っていうかこれをほぼ適用しなくても、このウルトラ NR だけでだいぶこれ綺麗になったんじゃないかなって気はするんですよ。例えばこの最高品質、これのパラメータをこうマックスまで上げると、ザラッとした感じは取れるんですけど、これね、YouTube の画面だとちょっと伝わんないかな。だいぶね、こう、眠たい感じになっちゃうんですけど、新しいウルトラ NR の場合は、ディティールがまだ残ってる感じがするんですよ。いや、これはね、すごいいいんじゃないかなと思います。僕、これまでサードパーティー製のね、ノイズリダクションの、プラグインを使ってたんですけど、それにね、匹敵するぐらい、綺麗になるかなと思うし、何よりすごいお手軽なので、これはね、また嬉しいアップデートの一つなんじゃないかなと思います。めちゃくちゃこれは使えると思います。というわけで、今日はですね、このダヴィンチリゾルブのバージョン19に含まれている、わかりやすい新機能っていうのを、簡単にね、いくつか、ご紹介してきたんですけれども、まだね、これ、最初のパブリックベータなので、今後、パブリックベータ1、2、3とこう、微妙にね、チューニングされていくとは思うので、見た目がね、少し変わってるっていうことも、最終リリースまでにはあるかもしれないんですけれども、でも、雰囲気はね、お伝えできたかなというふうに思います。
で、今日紹介したのは本当にもうこの新しい機能の本当一部でしかないので、またね、なんか面白い機能が使ってて、僕もこれ便利じゃんっていうものがあったら、まあ、皆さんにね、お伝えしていきたいなというふうに思います。で、僕動画編集をね始めた2本目の動画からダヴィンチを使い始めてもう6年ぐらい前かな。はい、その頃はね、ダヴィンチ何それっていう感じだったんですけど、今はもう本当にいろんなクリエイターの人がね、まあ、ダヴィンチリゾルブに乗り換えましたみたいな動画をたくさん出してて、いや、すごいなんかメインストリームに来れて嬉しいなという気持ちでいっぱいなので、はい、まあこれからもね、ちょっとダヴィンチリゾルブの簡単なチュートリアルとか、まあもっと初心者向けの方の動画とかもね、また作ってもいいかなと思うので、はい、まあそちらの方もぜひお楽しみにということで、はい、今日の動画は、以上となります。というわけで、では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。